ちょうどでしたね。よかった。いちごがいいですよね。赤ワインいちご。おはようございます。私たち夫婦は3年前からこの古い家に住んでいます。5月、特別美しい季節がやってきました。お友達にいただいたバラが優しい香りを放っています。千鳥草もいただきました。父が植えたバラ、アンジェラ。紫のチェリーセージ。母が植えたピンクの芍薬。でも私たちガーデニング愛好家にとって5月は花をめでる季節ではなく草刈りの季節。梅雨までにやるべきことを実行する季節です。今年も気がついたら草ぼうぼう状態。どうしてこうなったのか検証してみなければなりません。
サラダ作ってたの。サラダ。あ、そうそう、ほら今日のお弁当。多分ね、みんながいろいろ持ってきてくれるからサラダにしようかなと思って。野菜と果物。ほら。綺麗にできてるね。これとね、もう一個焼いてね、ここに詰めてね。楽しいね。ちょっとね、お掃除しておかないと。なんか風が吹いてね、埃だらけになっちゃった。ずーっと。だからここに置いたら。なんかね、適当にその辺で積んでやると楽しいですよ。なんかね、セラピー犬として活躍してるんですって。セラピー犬、そうなんですね。アニマルセラピーで。ちょうどでしたね。よかった。イチゴがいいですよね。可愛い。時集まる人たちが来れる人が来て、はい。だって初めからそんな感じしてる。そうです。こうやっぱりどうしてもね、つけるの難しいですよ。もう癖だからあれ。あ、みんなね、それぞれ違います。わあ、すごい。ね、バナナとイチゴのサンドイッチに。わあ、すごい。ね、そのお稲荷さんも素敵ですね。なんかいろいろ入ってるの？エビとしば漬け。こちらはちらし寿司に。オープンにしていいですか？ちょっとエビが入ってるの入って三つ葉です。力作。あとそのサンマロール。それがまた珍しいですね。ちょっと恥ずかしいけど気になるんだ。行くのね。すごい。あ、すごく綺麗にできてますね。美味しそう。この辺。はい、いただきます。わあ、サンマロール。でも大体。すごい中身がいっぱいです。これがくるみとくるみのインゲンです。なんでそんな飛んじゃったの？ねカラスかな。え、本当に飛んでったかも自分で。ついたけどこれ食べれるもんじゃない。そうかな。ねえ。いやどうもありがとうございます。でもけど黒持ってきちゃったからまたよく寄ってくるのかな。私もです。あ、本当に。人気者ですね。ねえ。おかずも飲んで。最近はあんまり飲まないんですけど。もうここにぶら下げてれば大丈夫。毎回ここに。あれしかないですね。もうね。いいですね。最強です。これで、はい、じゃあ私この車で。じゃあ私は。ほら見て。綺麗でしょ。なんかすごく静かね。そうだね。いただきます。洋館屋さんもね、すごく人がいっぱいだった。お客さんがいっぱい来てて。このお茶美味しいよ。あ、よかった。
今咲いてる芍薬みたいな感じね、これ。ちょうどうちのこういう色。でもなんかちょっと静かすぎて変じゃない？そうだね。でもね、自然に任せておくとね、すぐねボサボサになっちゃうの。ほら、あなたの髪の毛も自然に任せておくとこうなるでしょ、多少。最近はだいぶね。それでもこうなるじゃない。で、時々床屋さんに行くでしょ。そんな感じ。畑も庭も。でも庭の手入れとかってそんなにしないじゃん。あ、結構してるんですよ、ちょこちょこ。そうなの。全くしなかったらもっとね、混然一体となってしまってね、境がなくなっちゃうの。梅の木も多分もう切らなきゃいけないの、枝を。この2ヶ月ですごく伸びてるでしょ。でね、いらない枝がいっぱい出てきちゃってるから、本当は切らなきゃいけないんだけど、なんか虫がいたら嫌だなと思ってね。多分いるらしい。葉っぱが食べられてるから。だからちょっとやりたくないなって思ってる。でもそう思ってるといつもね、伸びすぎちゃう。まあその繰り返しだな。今日も最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。おやすみなさい。